ちょうどね狼完成したくらいの時に、狼の取材で、大阪から東京出張を僕と稲葉でしたんですよね。で東京出張したその取材の合間に稲葉とこう雑談してる時に、次のステップでちょっと考えてることがあるっていう話をされて、でまた僕頭によぎったのが俺クビになるのかなまたと思ったんですよ。狼も散々迷走してスケジュール伸ばしたんで俺クビってこと?」って言ったら「なんですぐクビって言うんですか?」って言われて「いやそんな話じゃない」と。で改めて話を聞いてみたら、もうクロバスタジオっていうそのカプコンの子会社っていう形ではなくて、完全に独立したスタジオを作りたいっていう話で、僕それを聞いた時にはじゃあ今まで作った IP どうなるんだろうってことは全く頭になくて、なんか面白そうって思ったんですよ。なんかなんていうか、いろんな呪縛がなくて自分たちのやりたいっていうことをピュアにできるってことかなっていうことがこうイメージが湧いてきて、それ面白そうだねっていうので行く行くみたいな形ですぐそれを決断したんですよ。実際そうやって出てみた時にふとこれってもしかして俺ビューティフルジョーとかオオカミとかもう全然今後作れないってことっていうことに後から気づくことになるんですけど、それよりもなんかその時はまだ新しいことができるっていうことにすごくワクワクしてる時でしたね。で、プラチナゲームズっていうのが立ち上がりました。で、本当に何もないところからスタートしたので、何もない今のスカイビルのフロアに入ってきて、机と PC だけとりあえずあって、出社初日のこととか覚えてるんですけど、まだその片隅に固まって40人の分の机と PC だけポツってあって、でじゃあゲーム作るって言っても当然企画も何もないですし、そもそもライブラリも何もないので、とりあえずプログラマー環境づくりから始めます。で、デザイナーもいろいろそういう、環境整備から始めますっていう時に、じゃあ企画マン何しようかって言ったら、じゃあこれから作るそのネタを考えようってことに当然なるわけですよね。で当時、でそれでみんな企画マンはなんか自分の思い思いの企画書っていうのを作り始めて、僕も作り始めたんですよ。で当時は、Wii がすごくこう人気をこう伸ばしてる時で、ああいうそのカジュアルなゲームっていうのがさらにこう加速してた頃だったんですよ。ああいうそのコントローラーで振るだけで何か簡単操作で簡単にゲームが遊べるみたいな、それでこうより広いユーザー層にもこう遊んでもらえるようなゲームっていうのが増えてきた時期だったので、なんとなく僕もそういうのを作りたいなって思い始めてたんですよ。で実際僕今まで作ってきたのはデビルメイクライだったりビューティフルジョーだったりっていうちょっと濃いめのゲームで、狼でちょっとちょっとカジュアルさは出たとは思うんですけど、よりさらにそれをもっとカジュアルに遊べるゲームで、もう女性でも子供でも普段ゲームやらない人でも遊んでもらえるようなのを作りたいなっていうふうに思って、そんなようなゲームをいろいろ考えたんですよ。はい、いろいろ考えたんですよ。でそういう企画書も作ってたんですよ。なんかちょっと子供を主人公にしてちょっとおもちゃでおもちゃをこう使いながらおもちゃの敵と戦うみたいな世界観のゲームだったりっていうのをいろいろ企画書を考えてた時に、橋本君っていうデビルメイクラインで一緒に当時彼はそのエフェクトデザイナーだったんですけど、その彼と雑談してる時に僕のそういうカジュアルなファンシーな世界観のゲームの企画書を彼はずっと見ていて、神谷さんが作るアクションゲームを自分はもう一回見てみたいっていうようなことを言ってくれたんですよ。それでなんか頭の中でスイッチが入ったというか、確かにもうなんかカジュアルなゲームを作ろうで世間もそういうの流行ってるしなっていう頭になってたんだけど、
確かにアクションゲームって狼の開発が長かったのもあって、デビルもその途中で取り上げられちゃったっていうのもあるわけじゃないですか。自分の中でもそれ消化不良でさっきの話になるんですけど、忍者ガイデンであるとかゴッドボーであるとか、ああいう似たようなスタイルのゲームっていうのが好評を博していて、さらにそれらがこう洗練されていて、より高い評価をされていてっていうのがあって、自分の中でもアップデートしたいと。あの時やりきれなかったこともあるし、経験積んで今ならできることもあるから、確かに今の自分が今のプラチナのスタッフとアクションゲームを作ったらどういうのができるだろうかっていうのは、それは確かにトライする価値あるねっていうので企画書を書いたのがビオネッタの原型ですね。まず立ち上げるにあたってそのアクションゲームどういうキャラクターがどんなアクションするのかっていうところで自分の中でのそのワクワク度っていうのが決まってくるんですけど、ビオネット作るにあたって一番最初にこうピンときたのは今回女性を主人公にしてみようっていうところですね。古くは、バイオハザードでそのバイオハザード2でレオンとクレアっていうキャラクターで、女性主人公はいたんですけど、その後のそのデビルとかビューティフルジョーとか、狼は、ね、動物というかで、ずっとこの男のアクションっていうのをこう作ってきて、ダンテでもちょっとこうスタイリッシュなこう仕草で戦う。でジョーはジョーでちょっとこうもう少し若い青年が弾けて戦うっていうようなものをこう戦いの中にも表現してきてたんですけど、そういうなんかやっぱりただ戦うだけじゃなくてキャラクター性を何か出して、そのキャラクターならではのこう美学を持って戦うっていうのを僕は作りたいと思ってるので、そういう時にどんなキャラクターが面白いだろうなって思った時に、女性で激しいアクションをするっていうのは自分の中でもまだトライしたことないなと思ったので、もう女性を主人公にしようっていうのはもうすぐに決まりましたね。やっぱり自分のこう素直にこう入り込める得意な分野で作りたいなっていうのと、やっぱりそのデビルを作った時の消化不良の思いもあったので、やっぱりそういうちょっとオカルトの路線で、架空の世界観を作ってアクションをするっていうのをやりたいっていうふうに思って、でその時にデビルメイクライってその悪魔と戦うわけなんですけど、悪魔だからこそこうその人の想像を超えた、能力だったり姿だったりっていうのをこう見せてくるところが刺激になるんですけど、それはもうデビルでやってしまってるし、デビルのシリーズもそこで続いてるので、そのうちならではのこの新しい女性主人公で戦う敵ってなんだろうね、悪魔より何が強いんだろうねってことを言ってたら、ちょうどそれもその狼の時にアマテラスのデザインを筆で描いてくれたデザイナー吉村君っていうんですけど、その吉村君が「神様とかどうですか?」みたいなことを言ったんですよ。悪魔の逆って神様ですよねっていう言葉を聞いて、そうか、神様で、さらにその神様の使いである天使たちをダークヒーローである女性のキャラクターが戦うっていう、ちょっとこう善悪が逆転した構図って、それは面白いかもしれないねって。確かにその神様と神様の使いだったら、もしかしたらダンテが戦ってる相手よりもより強いかもしれないっていうようなところで、すごいなんかそのちょっとアッパーなゲームにできそうだなっていうのを直感したので、じゃあその世界観でいこうかっていう形でこう決まったんですね。クリエイターとしての考え方もいろいろあって悩ましいところで、僕自身初めてディレクションしたのはバイオハザード2っていう、既存の IP の続編ですし、三上さんっていう別のクリエイターから受け継いだタイトルなんですよね。で、その中で、ユーザーに届ける、ユーザーが思うバイオハザードっていうのを届けるためにユーザーのことも考えながら、それから三上さんの世界観をこうリスペクトして、バイオハザード2を作るっていう、そういうミッションだったわけですよね。でその時にやっぱりその世界観を作ったタイトルを立ち上げた三上さんも、
三上さんそのプロデューサーっていう立場で僕のサポートをずっと続けてくれてたんですけど、三上さんが思うバイオの世界観っていうものと、僕が思うバイオの世界観っていうものもやっぱり微妙にズレがあって、アジャストするところはするんですけど、ここはでもこれでいきたいっていうところはあったりして、でその三上さんと大きい衝突とまではいかないんですけど、やっぱりそこでこうもちろんユーザーのことも考えて合わせていく難易度っていうのは結構あるなと思ったんですよね。で少なからずそうやって三上さんとのその摩擦というのかディスカッションっていうのもありますしっていうところで、どういう形が理想的なこう作り方なんだろうかっていうことを自分の中でもいろいろ悩むところがあって、でそれでそのビューティフルジョーを、ビューティフルジョー2を後輩に任せる時っていうのは基本的には僕はもう本当にノータッチを貫いたんですよ。シナリオのプロットをまず考えて、でその後輩が書いてきたシナリオをちゃんとジョーの世界観にこうマッチするようにそのリライトするっていう作業だけはしましたけど、ゲームとしてプレイしたりその企画をどうこうしたりっていうところのコントロールはあえて僕はしなかったんですよね。そうした結果結果的にはユーザーからのそのビューティフルジョー2の評価っていうのはちょっとどうなるかはさておき、チームの中の人間からはもう少しその神谷君からの、コントロールも欲しかったっていう声もあったんですよね。やっぱりそのビューティフルジョーを立ち上げた人間だっていうのもあったんで、そういう人間から見てビューティフルジョー2はどうあるべきかっていうのをやっぱりアドバイスというのかそういうコントロール少し欲しかったっていう声もあったりして、このバランス難しいなっていうふうに思ってたんですけど、そのベヨネッタに関してはいろいろこう良かったというのかベヨネッタ2は僕がディレクションしたんではないんですけど、ディレクションした橋本君っていうのはもう立ち上げた時からずっと一緒にいて、それこそその神谷さんのアクションゲームを見たいって言った張本人がその橋本君でしたし、で、実際チームがこう走り始めたら、それまで橋本君はそのデザイナーでその敵の天使のデザインもほぼ橋本君がしてるんですよ。彼本当はそのエフェクトデザイナーだったんですけど、最初そのプラチナゲームズ立ち上げて何にも仕事のベースがない時にそうやって企画書を考え始めてベヨネッタの原型作ってっていう時に吉村君の言葉で「敵天使ってどうですか？それ面白そうだね。じゃあ俺企画書書く」って時に橋本君がいたんで「橋本君デザイナーなんだから絵描けるよね」と「ちょっと天使の絵描いてよ」っていう形でエフェクトのデザイナーだったんですけど天使のデザインも描いてもらったんですよ。そしたらそれがすごい個性的なデザインだったんで、いやこれもじゃあ橋本君もデザイナーとして天使の絵描いてよって言って「いや僕エフェクトデザイナーだけどいいんですか?」って言って「いやディレクターが描いてって言ってんだからそれでいいんで描いて」みたいな形でデザインもしてもらったんですけど、そこからさらに開発進む時に橋本君としてはプロデューサーという立場でプロジェクト全部を見たいっていうことを言ってプロデューサーに転向したんですよね。でそこからは僕はディレクター、橋本君はプロデューサーっていう形で2人で二人三脚でやってきたっていうのがあるので、2人でそういう世界観を作ってきたっていうところがあるので、その彼にディレクターをやらせるっていうのは非常にこう僕もやりやすくて、彼もベヨネッタっていうのはどうあるべきかっていうのをもう根本から理解してますし、僕との話の中でもそこにこう齟齬が生じるってことはなかったですし、非常にやりやすくて、で何よりもその結果ユーザーがちゃんとこう望むベヨネッタの世界観をちゃんと継承した続編っていうものをこうユーザーに届けることができたかなっていうのは、そういう意味でも作り手の我々もユーザーにとってもすごくこうハッピーな形になったなっていうふうに思っていて、今回のそれでこう強固なベヨネッタっていうのが出来上がって、今回も僕はベヨネッタ3にこう、深い立場で関わっていて、あんまり詳しいことは話せないんですけど、ちゃんとこうユーザーが思う世界観っていうのを守るようにきちんとコントロールできているので、ちゃんとこう初めてようやく自分が立ち上げた世界観っていうのを、正しくって言ったらあれですけど、その自分が思う形でちゃんとこう広げてこう進めることができたなっていうのを今感じてますね。
した。